雑談です。最愛です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、この2日3日ぐらい更新が滞っております。昨日の夜でしたか、一昨日の夜ですか、生配信をしようとね、いつもGoPro をつなげてやってるんですけど、GoPro をウェブカムにしてやってるんですけど、で、それやろうとしたら全然つながんなくて、おかしいなと思って、何をどうしてもつながんなくて、なんか、前もつながんなくて、調べたら立ち上げる手順があるみたいなのがあって、それもやってもどうにもならんくて、でも OS を一回アップデートしてみようかなと思ったんですよね、 Mac の。そしたらまんまと罠にはまりましてね、アップデートすると途中で止まるっていう不具合がありまして、でそれを直すのにもう丸一日中やって、最初ね、アップデートしていますっていうところで途中で止まってできなくなって、でじゃあしょうがないから、タイムマシンで全部直前にバックアップしてたんで、そっから復帰すりゃいいやと思ったら、それがもう3時間ぐらい同じ画面で動かなくて、あれと思って、もう一回強制的に再起動して同じことをしても、また3時間ぐらいまで時間がかかるって見たんでね、それでもうんともすんともよく、これはおかしいよと思って、もうまっさらの状態に初期化して、ネットから買った状態に戻して、そこから復元しようとして、で復元したらなんか間違ったらしくて、書類が何にもなくて、なんかデスクトップすっきりしてんなと思ったら、保存してるドキュメントにある書類が全くデスクトップに置いてたやつが全くなくて、これはあかんわと思って、でもう一回初期化して、で今度は復元をね、ちゃんと復元しようと思って、タイムマシンの方から復元するっていうのをやって、だからそんなこと丸2日そんなことでいじれなくて何もできなかったんで、こんなになってしまいましたが、無事というかね、普通に復帰できてますんで、これは心配はないんですけども、ただ時間ね、不毛な時間を過ごしておりました。そんなことをやっておりましたが、昨日は打ち合わせの帰りにバッファロー五郎の A 先生が T シャツ店をやってるっていうのをインスタで見かけて、カフェでやってるってんで、じゃあ、打ち合わせ帰りにご飯食べがてらちょっと覗こうと思って覗きに行ったら、たまたまというか A 先生もいらして、本当にずいぶん久しぶりに会うのもずいぶん久しぶりでしたけども21年ぶりにツーショットを撮ったりとかねしておりましたが、いいところ、原宿のねいいところで美味しいオムライス、カフェなでしたっけ、ありましたんで、ぜひね皆さんもT シャツ面白いんでね、面白いというかパッと見ね、なんか英文字でかっこいいなって、でもよく見たら木の実7とかね、美味しゅうございますとか、そういった面白い T シャツがいっぱいあるんで、ぜひ行ってみてくださいって、そんなことをしておりましたね。いやしかし本当に参っちゃった、コンピューター本当参ったな。だからそれがないと何にもできないっていうのが本当に嫌なんで、最近はその T シャツ店行った時もちょこっといろいろ話してる時に、最近は僕はデジタルに飽きちゃったというかね、仕事でずっとそうやってパソコン使ってなんか絵描いたりデザインしたりするんで、自分でやることぐらいはちょっとアナログなことをやろうと思って、G ペン、つけペンで描いたりアクリルで絵描いたりして、やっぱりそっちの方がいいなというか、両方ね
一長一短ありますけども、まあアナログの方がいいなって、気楽でというかね、失敗したら失敗したね、やり直しは効かないってことはないですけど、あれがいいなと思って、最近は絵を描くときはもうほとんどアナログでやっておるみたいな話をしてね、そんなことやっておりましたが、まあいきますか。見ましたね。だからいろいろね話したいドラマがあったんですけども、まずはね最愛、6話目にしてこう動いてきましたよ。だから5話目でゆうくんがね捕まって連行されていって、で6話の冒頭はまあ接見のところから始まるんですけど、後藤弁護士と接見してて、まあ都合の悪いことは言うなというか、黙秘権もありますし、ただね記憶が飛ぶという病気の持ってるんで、本当に15年前のことはさておき、15年前のことはその病気のことがあるから、これはちょっとすぐに結果は出ないからっつって、その近々のお父さんの渡辺明さんの方の殺害を本当にしたのかっていうのをこうね確認すると、まあイヤホンのカメラで撮ってた映像があるから、間違いなく僕がやってると思い込んでるんですが、なんとその、映像をね解析した結果、犯行でね、犯行した場所と死体が上がった場所がこの池の東西でねつながっていない池で場所が違うと。でその解析したデータを元にすると、こう犯行現場と死体が上がった場所が違うから、これは殺していないぞということになるとね、その証拠を警察に持っていく、大輝のところに持っていくわけですよ。そしたら今度はそれを今度は警察の方でね、そうせっかく捕まえたのにっていうかね、こう新たな事実が出てきて、じゃあ目撃者を探せってことで目撃者を探すと、なんとラーメン屋のおっさんが犯行現場を見たっていう人を知ってるってんで、それを今度はまた足げく探してね、足で本当に探しに行って、でやっと見つけてというか、たまたまね警察が俺を探してるってんで、ちょっと警察に行って来てるところを捕まえて話を聞くと、どうもその池からねずぶ濡れで上がってきたおっさんがおると。でこの人ですかって写真を見せたら、その人だってなって、なんとその渡辺明おじいちゃんですねおじいちゃんとお父さんがね死んでいなかったということがわかるというね、衝撃的な事実というかね。で殺害してないもんだから、不起訴になってユウは出てきて、しまうというか、ユウは出てくるんですけども、そしてリオと一緒にね2人で住むようになるね。でよかったって感じなんですが、そこに5話のね最後に捕まって、こうトランクに押し込められて、もうほんと殺される直前になってたジャーナリストのしおりですよ。しおりがね忍び寄ってくる。しおりはしおりでこう解放されてるんですよね。もう追うなと口止め料を渡されたんですけど、それを突っぱねて、その真田ウェルネスの闇も暴きたいし、15年前のというか15年前のその事件と今回の事件もこう嗅ぎ回ってて、でそれでいよいよこのリオとユウの目の前に現れて、話を聞き出そうとするんですが、なんとこれがねもう一人15年前の事件の関係者で東京にいるやつがいるっつって名前が挙がってたのが村松しおりっていうね。でその村松しおりっていうのがなんとしおりの今は何でした名字が、立花しおりの旧姓で同一人物だったと。でそんな
しおりがこう嗅ぎ回って、いよいよこうね、両方の確信にというか、まあ真田ウェルネスのそのペーパーカンパニーのことから、それからその15年前の事件、そして今回の事件を嗅ぎ回って、いろいろこう嗅ぎ回ってるっていうのがわかると。で、リオにね、こう迫ってくるという話でしたけども、いやー、これどうなってしまうのかというか、あれですよ、本当にリオはリオで、未だに警察になった大輝のことがまだ好きお互いが好きなんでしょうねっていうところでも、弁護士の加瀬には、ね、まあ、立場だからね、あまり関わらないでほしいという、まあ、加瀬は加瀬でこれ、リオのことをどう思ってんのかな、ちょっとね、感情を出さないんでね、加瀬はわかんないですけど、まあ、好意はあると思うんですよね。長い付き合いっていうのもさておき。で、リオはリオで、まだ大輝のことが好きなんでしょう。で、大輝は大輝で、リオのことが好きなんでしょう。でも、お互いの立場を考えて、こう、もう会わない方がいいよねとリオは言うんですが、そこをね、ぐっと引き止めて、お互いギュッとね、抱き合うシーンもあるんですけど、これ、こうね、まあ、事件とは別にここの2人の関係、ね、が、まあ一番の見どころというか、ね、加瀬とリオと大輝のこの三角関係というかね、そこにあれがね、桑田って佐久間由衣さんが演じるね、ちょっとポンコツな女刑事が絡んできている。これは桑田は桑田で大輝のことを好きなんだとは思うんですけどねっていう、非常に面白いドラマというか展開になってきておりますんでね、最愛6話目見逃し配信 TVer、これはパラビかでありますんでね、ご覧になってくださいという。やっぱりねというか、吉高由里子の芝居がすごいっていうのと、あと井浦新さんね、弁護士演じてる井浦新さん、それから松下洸平さん、いや、みんなすごいね。すごいなと思いながら、面白いなと思いながら見ております。まあ、行方というかね、こう、まあ、なんだろう、どこを落としどころにするんだろうな。その、新薬まで行くのか、そこまで行かずに、過去のね、優の処遇がどうなるのかで落ち着くのか。とはいえ、やっぱりリオと大輝の関係がどうなっていくのかっていうところが一番の見どころなんじゃないかなと思って追っかけてみておりますんで、ぜひね、見逃し配信 TVer、パラビでありますんで、ご覧になってくださいといったところですか。はい。コント、もんじゃ焼きだっけ最後食ってたのね。もんじゃ焼きの親父に、これから2人で暮らすことになったのつってね、弟を紹介してるっていう。まあ、だから、なんて言いましたっけ、兄弟のシスコンみたいなところもちょっとあれ、でも YOU はどういうあれなんだろうね。面持ちなんだろうかというのがちょっとありますけどね。まあ、YOU は YOU で、知見を受けることも納得していくそうなんでね。次の、あらすじを見ると、そう書いてましたんで、ね、新薬が出るところで落ち着くのか、まあ、2人の関係だよな、結局。とは思いながら、まあ、一番、そうだな、悪いやつというか、ね、悪そうな顔してる、真田のお兄さんのね、正信は、結局これ、すごい怖い顔してるんですけど、全然悪くないというか、すごく真面目な会社思いな人なんじゃないかなとか思いながら、ね、真田ビジネスサービスの社長なんだろうなと思いながら、ただ、やっぱり、
裏金を何か、やってんじゃないかっていうのはちょっとありますけどね。そのペーパーカンパニーの周りがきな臭い、っていうのも、そこが、ね、暴かれ、そうなるとなんかもうアバランチみたいになってくるからね、僕の中でこう、見てるドラマがややこしくなっちゃうんで、勘弁してほしいとは思いながら見ております。ぜひご覧になってください。あと、チャンネル登録と高評価ね、パソコンも無事に戻りましたので、また配信やっていきますね。はい、ありがとうございました。